今日はダンクですね。3話4話のお話をしようかなというところでございまして、リクエストもたくさんいただいているところでございまして、皆様のね、感想なども聞きつつ、どうでしたかっていうところを、お話ししていきたいのと、まあ、これ見てて面白いが確かにでもこれ一個課題やっぱあるよなっていう風に思ったところも感じたので、そこについてまたお話ししていきたいなという風に思っているところでございます。まず、3話ですね。3話見てめちゃくちゃ面白かったのが、やっぱりこう、ドリカムさんのお話を聞けるっていうところでしたかね。3話も4話も、まずすごく面白かったなという風に思いました。やはりその、クリエイティブの裏側じゃないですけれども、クリエイターさんたちのリアルな声が聞けるじゃないですか。で、そのアーティストさん同士で喋ってるからこそ、日高社長とドリカムさんが一緒におしゃべりされてるからこそ、引き出せるワードだったりとか、あとは本音で語れる部分みたいなものは絶対にあるなと思っていて、そのあたりが、たくさん聞けたのが個人的にはまず嬉しかったなっていうふうに思ったポイントです。で、なぜそのドリカムさんなのかっていうところのお話だったりとか、人選ってどういうふうにこう選ばれてきたんだろうかっていうところも、共演がきっかけみたいな、いかにもこうアーティストさんたちらしいなというか、イベントを通じて知り合って出会ってみたいな、そういう風にしてこう輪が広がっていくんだなっていうところも、なんかこう等身大で見えてくるところといいますか、今まで一般の方たちが意外とこう気になっていたアーティストさんたちってどういう風にこう繋がっていくんだろうみたいなところが、こうお話でからも見えてきたというか、そういうのがきっかけだったんだなみたいなところを見れたのがすごく僕は面白かったなっていう風に思っていたところもありますかね。で、あとはその、ダンスっていうところについての、考え方として、やっぱりたびたび出てきてたなっていうふうに思ったのが、その思わず踊っちゃうというところが、やっぱりこうキーになってくるんだなというのは、見ていて感じましたね。だから、作りたい世界っていうものが、その日本中を踊らせたいという。これね、日本中を踊らせたいは、フィッシュボーイさんとかもおっしゃってるんですよね。やっぱりダンスをやってるからこそ、その楽しさみたいなものをみんなで分かち合いたいというか、僕もそこにはすごくこう共感する部分もあって、ダンスやる前とやった後だと、ダンスってこういう感じなのねみたいな。やる前ってすごくやっぱりハードルが高いものじゃないですか。っていうところが、ハードルそんな高くないんだぜっていうのを、なんかこう、伝えてくださる内容にもなってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこを丁寧にほぐしていく作業が、まさに今行われていることなのかなっていうふうに思って見ていたところもあります。ダンサーさんが、ダンスは全然簡単なものですよっていうのは、シチュエーションとしてよくあるんですけれども、ダンサーさんではなく、その一アーティストとして、で、ダンサーではないっていう、で、踊れるっていうところの認知も別にそんなに世間一般に広く知られてるわけではないじゃないですか。どちらかというと、ドリカムさんは歌手の方っていうイメージがやっぱり僕も強いので、すごく深く、造形があるわけじゃないので、ちょっとわからないんですけど、ただでも、その多分一般的なイメージで言うと、やはりその、ボーカリストの方っていうところですよね。だからこそダンスに精通されてるんだっていうところの切り口は本当に意外でしたし、インパクトもありますし、っていうことはなんか思ってた以上にダンスってもっとなんか違うものだったのかなっていうふうに思わせてくれるだけのインパクト。これはだから、多分、どんなダンス&ボーカルの人たちが言っても、伝わらない部分だったかもしれないですよね。なので、個人的には聞いててハッとさせられたというか、こういう切り口で、そのダンスっていうものを、ダンスをしてない方たちにも広めていくんだっていう風に、ちょっと僕の中では学びになりましたね。で、あと興味深かったお話は、B 面がヒットしていたっていう、ヒットさせようと思って作ったものではなく、やりたいことをやったらヒットしたっていう、やっぱりそういうところに落ち着くんだ。落ち着くというか、そこにたどり着くというか、着地点ってそこなんだなっていうのもちょっと思ったというか、今って、やっぱりトレンドを生むために何ができるかっていう、ヒットするにはっていうのがすごく常に議題に上がってるじゃないですか。売れるためにはどうしたらいいのかとか、何がその視聴者様に刺さるのかとか、いろんなこう、マーケティング的な戦略的なものもありますし、楽曲的な、戦略的なものもありますし、振り付けもね、ダンスもそういう風にバズるためのダンスっていうところがあったんですけども、その世界の終わりさんがちょっとこう例に出されたりとか、あとドリカムさんたちのそのご自身のお言葉から出てきたヒットを目指してやったわけではなく、やりたいことをやった結果ヒットだったっていう、これは素晴らしいなっていう風に思いました。僕もなんかついついですし、なんかこうなんだろうな。
売れるためにはこうするのがいいとかってやっぱりなりますけど、でも最終的にやっぱこう人の心を動かすっていう、で、その人の心を動かすその熱量だったりとかっていうのは、やっぱりその人たちの作り手の本気度というか、いかにそこにやりたいことをやってったか。で、そこでやりたいことを思いっきり存分にやったからこそ、結果的に感動してしまうというか、そういうものなんだろうなっていう。だから想定の範囲内のものが来ても感動はしなくて、やっぱ想定外のものが来ることによって感動する部分も多いと思うので、やはりその想定外のものっていうのは、やりたいことをとことん突き詰めた時に生まれてくるものでもあるのかなというふうに思った次第でございます。4話のあたりかな ?4 話もすごく良かったなというふうに思いまして、コメントで言うと、中塚さんですね。が、星くんのことが大好きという、セブチの星くんが大好きっていう、中塚さんから星くんっていうお名前が出てきて、で、その髪を星くんが金髪にしてたから、僕も金髪ショートにしましたとか、とってもなんか、中塚さんの等身大の一人の視聴者さんとして、そういう K-POP っていうカルチャーを見てるんですよねっていう、現れでもあると思いますし、そういうふうに日本のダンス&ボーカルというその業界を牽引する方がそういうふうにおっしゃるっていうところも非常に僕これは大事なことだなというふうに思っていて、口にするっていうところが僕すごくいいなというふうに思いまして、なんか今までそこに触れるのってタブーだったというか、K-POP アーティストのこの人のこういうのがいいですよねとかって結構あんまり言えなかったんじゃないかなっていう部分もあったりとか、だからそういう言葉をその方たちがそこにいるわけではないんですけれども、でもセブチの星くんっていいよねっていうそのワードが中塚さんから出てきたりとか。で、あとは、ウィジュ君が、ウィジュ君今回大活躍でしたよね。結構いろんなダンスを踊られてて、ニジューちゃんたちのクラップ踊ってらっしゃったりとかしたじゃないですか。ああいう風にそのガールズグループさんのダンスを踊るっていうところもそうですし、あとはそのバブリーダンスをウィジュ君が踊ってたっていうのも結構胸熱だなっていう風に思いまして、カルチャーだったりそういうエンターテインメントっていうもの、国を超えたエンターテインメントにそれぞれの国の方たちはやっぱり注目していて、そこからなんか話は膨らむというか繋がってるよなというか、皆さんの意識だったりとかアンテナだったりとか興味っていうものは。で、そういうものがどういうふうにその人たちのパフォーマンスに影響していくのかとか、していったのだろうかとか、それがビジュアルだったりとか、ダンスだったりとか、お互いに多分作用し合ってるんですよね、本当に。で、そのエンターテインメントのその業界っていうのがすごくいいなっていう風に思える。これぞエンターテインメントだよなっていう風に思えるお話が本当に多かったなっていう風に思いまして。だからみんなでダンスっていうところですか？サイファーを作って踊っていくっていうところもめちゃめちゃ良かったですし、とっても個人的にはなんか納得というか、このまんま展開していく、広まっていくことによって、いろんなファンダムの方たちが見てくれるきっかけにもなるんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、その年、その時期のトレンドの曲とかについて、例えばアーティストの方たちが語ってるとかでも全然これ面白いなと思ったんですよ。例えば星くんっていう切り口から、中塚さん、すごくフラットにいろんな業界というか、とりわけK-POP とかも見ていらっしゃるなというふうに思っていて、中塚さんがそうやって話題にしてくださるとか、その話題から、例えばエンティームの皆さんが話題にされるとか、最近この曲流行ってますよねとか、自分たちの楽曲だけじゃなくて、その業界の、流行りだったりとか、トレンド、あとはその音楽、自分たちの興味、アンテナに引っかかったものをどんどん話していける場っていうところでも、これはあるんじゃないかなというふうに思っていて、そうなってくると、単純にもう、なんか、カルチャーが更新されていく場にもなるんじゃないかなって思ったんですよね。はい。という感じで、僕の中でいいなっていう風に思ったのは、まさに、そのあたりですね。番組通じてってすごく見ていて、可能性を感じたところになります。なんか、いい意味で壁がないというか、距離感が近いじゃないですか。だから、等身大で皆さんいられるんじゃないかなっていう風に思いましたし、なんか建前みたいなものはそんなにないような気がしていて、番組の中で。だから、なんかコミュニケーションとしても、すごい、すぐに深いところに入れるというか、ギュッと、距離が縮まるとか、その点で言うと、スカイハイさんとかは、今とっ
っても注目なんだろうなっていうふうに思って、見ていたところもありますかね。で、課題についてですね、これ僕見てて、って思ったのは、話結構濃いじゃないですか。で、トークも面白くて、ボーリングとか企画もすごく良くて、で、ダンスなんですよね。ダンスをこれどうやって見せていくかっていうところはちょっと多分工夫が必要だなというふうに思って、まあ今のところチラ見せみたいな感じなので、まだ本格的なあれではないんですけど、この感じだとちょっとそのスタジオで踊ってるそのダンスを収めてる感じになっちゃうというか、悪くはないと思うんですけども、スペシャリティがないというか、ダンスを踊るっていう、その環境設定みたいなところかな、が、もう少しあると、多分、もうちょっと映えるというか、ダンスを踊るっていうことに関しては、もう少しカッコつけてもいいんじゃないかなっていうふうに思った部分もちょっとありましたね。っていうところで、まあ僕の、課題というか、まあ今回のダンク、一個ダンスのところで、そのサイファーというものの本質の部分ですね。核の部分っていうものをより強調して見せることができるっていうところでは、かなり位置っていうところは大事になってくるかなっていうふうに思いましたかね。円っていうかね、まあ円になるとカメラさん入れないんで、まあぐらいの半円で全然、カメラ入るときは大体あれぐらいです。半円というか、こう作るっていう感じですかね。もう少し雑多な感じというかね、並び順はランダムでも良かったかなっていうふうに思っていたところですかね。はい。というところで、感想とレビューと良き良きなポイントのお話になったというところでございますね。はい。という感じで、高評価ボタンと何かあればコメント欄で送って押していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。おやすみなさいまして。